僕はそのわがままであってほしいなってすごく思ってて、多分うちの会社で一番わがままなんて僕なんですよね。これしたいあれしたいっていうし、動画の編集にも一番こだわりを持ってるからいつもフィードバックするしなかなか進まないんですけど、自分自身の成果を上げる時に、例えばセールスであればここがこうなってないから成果が上げづらいんですとか、スタックしてしまってるようなところの原因をなんでこうなってるかなみたいなところを突き詰めて、それがツールのせいなのか、ツールとツールの隙間のせいなのか、全く違うツールを入れてないせいなのかみたいなことを自分自身で考えて、新しいツール入れて PDCA 回していくみたいな、自分自身の成果を出すために足りない要素っていうのをしっかり考えれる人っていうのがいいなと思う。一方でお客さんにっていう風な観点で言うと、それは社内の努力だと思ってて、社会のプロジェクトをやってるメンバーとセールスをやってるメンバーってどうしても役割が違うので、接してるお客さんの属性が異なるんですね。見込み客には受けがいいけど既存客には受けが悪いっていうのは、ここの中の同士の人たちが話せばなんとかなるはずなので、ちゃんと社内の中でアウトプットして改善をしていくっていう風な研究開発、社内プロジェクトを回していくことによって、その、衝突はするんですけど、衝突はしながらもいいものに仕立てていくっていう観点の社内の努力っていうのを逃げない人だったらいいかなって思います。うち研究開発をしたい内容をずっと貯めていってるんですけど、多分頑張ってあっても 2年ぐらいかかるんですよ。シンボリっていう超スーパーエンジニアがいるんですけど、彼がやったとしても 2,3 年かかる内容なので、そのスケジュールに入れる作業しなくちゃいけなくて、あとそれを完成した時って今から 2,3 年後になってたら、多分それってもう遅れてるんですよね。なので最新のものとか今ローンチすることによってお客さんの反応がいいものとかっていうのをしっかり見極めなくちゃいけないので、例えば今だったら爆落請求書受け取りとか、爆落シリーズの問い合わせ結構多いんですよ。そういったものをちゃんと時流を考えながら開発をしていかないと、一昔前のツールができちゃうみたいなところだと思うので、シンボリとそのスケジュールを戦いながら、ただ今年の8月2025年8月からは社内のシステム研究開発だけの業務委託メンバーを採用してですね、100時間社内の研究開発だけにやってくれるっていうメンバーを採用してて、1200時間なので、まあまあ進むんですよね。進みますね。本当嬉しくて